こんにちは、いりこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画では夜ストロボなしで実際に周りにあるものを使ってポートレートの話をしたいと思います。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。では今からちょっと暗いところを移動して周りにどういう光かを見ながら撮影します。神戸のハーバーランドあたりの光を使いながら撮影します。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。では行きましょう。OK、一番最初のスポット、めっちゃ綺麗な柔らかい光が当たってます。普通にビデオライトとかなんかソフトボックス使ってるんじゃないかなみたいな感じなんだけど、そうじゃなくて神戸ハーバーランドのインフォメーションボードをライトとして今使ってます。かなりすごい綺麗な光になってます。で、今だいたいここで撮影している時の設定がシャッタースピード30分の1、感度800、そしてもちろん開放 F2 で撮影してます。で、今は三脚使っているのでシャッタースピードを気にしてないんですけど、三脚なければシャッタースピードをだいたい80とか100分の1ぐらいにして、そして感度は1600とか2000ぐらいに上げて普通にだいたいこんな感じで撮影してます。で、このインフォメーションボードの色なんですけど、色はちょっと暖かいのでちょっとホワイトバランスを下げてます。で、もしストロボで撮影してたら多分5600、5700ぐらいケルビンで撮影してたけど、これはだいたい5200ぐらいケルビンで撮影してます。そして5200ぐらいで普通に顔のホワイトバランスが綺麗ないいホワイトバランスになってます。なので神戸ハーバーランドあたりで撮影している時におすすめの綺麗なライトのスポットはここです。では次の場所を見ていきましょう。 OK、 次のスポットはこれです。神戸ハーバーランドのレンガ倉庫後ろに見えてます。そして今左にある大きなソフトボックス、綺麗な光がもう一つの、ハーバーランドにあるインフォメーションボード、またすごく綺麗な光を作ってます。そして今の設定も先ほどとほぼ同じ設定なんですけど、今自分が少しインフォメーションボードからさっきと比べたら離れてます。なので今少しだけ感度を上げました。800じゃなくて感度は1000です。そしてシャッタースピードは30分の1。そしてさっきと同じく普通にカメラだけ持ってここに来たら普通に綺麗なポートレートは撮れます。ストロボとか実際に自分が光を持って行く必要は全くないです。こういう場所で撮影している時には普通にカメラとレンズだけで撮影すると普通に綺麗なポートレートは撮れます。そしてさっきの場所で撮影した写真はこちらです。あとこれです。この写真はこのソフトボックスで撮影してます。そして今から次の場所に行きます。そして次の場所であといくつかのコツを話したいと思います。では次行きましょう。そして今気づいた通りに全くこの場所から動いてないです。今全く同じ場所で撮影してます。で、何が変わったかというと、ただカメラの場所を反対側にしました。今の背景はポートアイランドのタワー、ポートアイランドの橋とまた普通に神戸ハーバーランドの背景になってます。だから全く同じ場所、全く同じソフトボックスを使いながら向きだけを変えるとまた全然違う写真になります。全然違う背景を作ることができます。これが2つ目の場所でした。では次は最後のスポットに移動したいと思います。では行きましょう。では最後のスポットはこちらです。また神戸ハーバーランドで今普通に後ろ観覧車が映ってます。そして大体今日の動画で話したことを今から少しまとめたいと思います。大体夜撮影している時に、そして夜景ポートレートをストロボなしで実際にあるものだけを撮影している時にどういう光を探して撮影しているかを今から少しまとめたいと思います。まずどういうライトを探しているかというと、被写体と比較的に大きな光を探しています。今の場合でも
さっきの撮影でも普通にこういうちょっとでかいインフォメーションボードを使ってみると、実際に大きなソフトボックスみたいな光を実際に作ってます。なのですごく綺麗な光になってます。そして明らかにインフォメーションボードを実際に街の中にあるものの光の光量を変えることはできない。けど、どうやって背景と被写体の露出のバランスをコントロールすることができるかというと、光のパワーを変えることができないけど、被写体と光の距離を変えることができます。距離を変えることによって、そしてそのバランスをカメラの設定で設定すると、被写体のと背景のバランスをコントロールすることができます。そしてこういうポートレートを撮影している時には、なるべく単焦点レンズで撮影したい。そしてなるべく少し長い方の単焦点レンズで開放で撮影しています。今の場合は 135mm レンズを F2 で撮影しています。そして F2 ぐらいで撮影してても、結局シャッタースピードはだいたい50分の1ぐらいとか100分の1ぐらいの間になってます。次はホワイトバランス。街の中にある光は多分それぞれのホワイトバランスがあります。今日使ってたインフォメーションボードは実際にちゃんと測ってみると、だいたい5200ぐらいのホワイトバランスですごくいい色になってます。で、それをどうやってするかというと、実際に2つのやり方があります。だいたい私がやってる時には普通にケルビンで合わせてます。少し暖かいなと思ったら少しケルビンを下げたりするし、ちょっと冷たいなと思ったらケルビンを上げたりしてます。そしてもう少し正確な色を出したいのに、カスタムホワイトバランスを使うこともあります。カスタムホワイトバランスをどう使うかというと、光が当たっているところに白い紙を持ってます。それからグレーカードを持ってます。そして実際にこの光がちゃんとその白い紙に当たるように持って、でそれによって露出を合わせます。そしてそれで1枚撮って、でその1枚をカメラの中のカスタムホワイトバランスで合わせます。でそのカスタムホワイトバランスのプリセットで実際にそのまま撮り続けます。それですごくいい色になっているはずです。設定をもう一回まとめると、だいたい50分の1から100分の1ぐらいで撮影してます。なるべく開放で撮影してます。そこはもう変えてないです。そして感度は500から1600ぐらい、たまに2000までぐらいいったりします。 OK、 今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。何か少しでも役に立つところがあれば、ぜひ下のイエーイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そして何か質問とかがあればコメント欄に入れてくれたら、できれば全部答えるようにします。動画アップしてからの最初の2時間3時間ぐらいはみんなとチャットするのが好きなんで、ぜひコメントしてくれたらその時は必ずすぐ答えると思います。そしてもし私のチャンネル初めて見てる方だったら、ぜひ下のチャンネル登録ボタンを押してくれたら、これからもいろんな撮影、いろんなカメラに関する動画をアップするので、それもぜひ見てくれたら嬉しいです。 OK、 今日も最後まで見てくれてありがとうございます。そして今日のロケは神戸ハーバーランドでした。神戸ハーバーランドで実際に何もストロボ使わずに夜景ポートレートの話でした。では次の動画で会いましょう。バイバイ。